いらっしゃいませ。お客様、どうなさいましたか？はい。携帯が壊れてしまったみたいで、新しいのに買い替えたいんですけれども。かしこまりました。どちらの機種にされますか？ちょっと高くてもいいので、あの、あの、あれ、waterproof って日本語なんだっけ？忘れた。どうしよう。皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。皆さん、日本語で会話するとき、ドキドキしますよね。たくさん勉強したのに、会話をすると覚えた単語がなかなか出てこない。こんな時、頭がパニックになってしまいます。でも焦る必要はありません。人間は忘れることもあります。しかも落ち着いて少し考える時間があれば思い出せるかもしれません。そんな時、相手にどのように伝えればいいのでしょうか。今日は単語を忘れて困った時に使える便利なフレーズについて勉強しましょう。まずは友達同士の会話の時に使えるフレーズを見てみます。日本人も時々言葉を忘れるんですけど、その時に一番よく使うのはなんて言うんだっけ？なんて言うんだっけ？これを言うと相手が私が何か言いたいんだけど思い出せないでいるという状況を分かってくれます。例えばさっきの携帯電話の例で見てみましょう。少し値段が高くてもいいんだけど、なんて言うんだっけ？水の中に落としても壊れない。そう、防水のやつがいいんだよね。こんな感じで少し考える時間ができます。そしてもしかしたら相手が私が言いたい単語を言ってくれるかもしれません。それからもっとダイレクトに単語を忘れてしまったことを伝えてもいいでしょう。よく使うのは単語が出てこない。単語が出てこない。これは特に外国語を話していて、その外国語の単語を忘れてしまった時に使います。日本人も英語を話すときよく単語が出てこないと言ったりします。それからもう一つ面白い表現があります。それはど忘れした。ど忘れした。ど忘れとは普段は覚えていることを急に思い出せなくなることを言います。そういう時ありますよね。例えばクライアントの名前を知っていたのにいざ本人に会うとど忘れしてしまったとか。これは単語にも使うことができます。次に丁寧な言い方も見てみましょう。これはさっき勉強したなんて言うんだっけを丁寧語にするだけで OK です。なんて言うんでしたっけ？なんて言うんでしたっけ？簡単ですね。
もう一度今日勉強したフレーズを復習してみましょう。発音をよく聞いて真似してみてくださいね。なんて言うんだっけ？なんて言うんだっけ？単語が出てこない。単語が出てこない。ど忘れした。ど忘れした。なんて言うんでしたっけ？なんて言うんでしたっけ？今日の勉強はここまで。お疲れ様でした。今日勉強したフレーズはとっても便利なので、皆さんも使ってみてください。もう単語を忘れてもパニックになる必要はありません。今日も動画を見てくださってありがとうございます。よければ高評価、コメントをお願いします。それでは、バイバーイ。